マリサ、前回紹介したフェアレディ Z、S30S130 の話を続けてくれないか。Z31 の誕生から始めてくれ。夫合点承知の助。マリサって、江戸っ子だっけ？いや江戸っ子って、親子三代、生まれも育ちも江戸だったよね。そもそもマリサ、生まれは大田区じゃねえか。大田区って、新井塾があったところだよね。そうだな。新井塾って、品川塾と川崎塾の間じゃねえんか。そもそも、江戸じゃねえ。いやそんなくだらないこと、言ってないで早く始めてくれ。夫合点承知の助。じゃあ、始めるよ。Z31 は、1983年に登場したフェアレディ Z の3代目モデルだよ。このモデルは、初代 S30 型の誕生以来、その歴史や伝統を受け継ぎながら、フェアレディ Z らしさを体現した美しいスタイリングと最先端のテクノロジーを融合したんだ。それはすごいね。でも、具体的にどんな進化があったの？それはね、Z31 のエンジンは、先代の直列6気筒の L 型から新世代 V 型6気筒エンジンに変更され、SOHC ターボ2リットルの VG20ET と3リットルの VG30ET が搭載されたことだよ。一部直6エンジンはあったが、その後、国内版は全グレードが V6 ターボエンジン搭載車となり、ライバル関係にあるトヨタ、スープラが廉価版に2リットル NA エンジンを採用したのとは対照的だよ。中でも VG30ET は当時としては大パワーで、スープラに搭載される 7MGT-EU が登場するまではトップクラスの出力を誇り、空力に優れたボディと相まって、欧州向けモデルでは最高速度が時速250キロに届いたんだ。それは、すごいね。それなら納得だよ。でも、フェアレディ Z って、なんでそんなに人気があるの？それは、フェアレディ Z が日産を代表するフラグシップモデルで、日本を代表するスポーツカーとして幅広く知られているからだよ。さらに、その美しいデザインと高性能ながらも手頃な価格が、多くの人々に愛される理由だと思うよ。それなら車好きの人たちが好きな理由、わかる気がするよ。もう少し詳しく教えて。もちろんだよ、レイム。それでは、フェアレディ Z について詳しく説明しよう。それでは、ゆっくりしていってね。マリサ、S130 から Z31、Z32 へ簡単に言うと何が変わったの？そうだな、スタイルがより丸くなった他にエンジンが変わったよ。どのように？エンジンが直6からほぼ V6 に変更になったことだ。はじめは一部直6は残っていたが、次第に廃止され、V6 に統一された。スカイラインが直6にこだわったのとは随分違うんだ。その直6とか V6 とか何なの？それはエンジンの形状による種類のことだよ、レイム。主にシリンダーの配置によって分類されるんだ。直6は直列エンジンでシリンダーが6個あるエンジンのこと。V6 は V 型エンジンでシリンダーが6個あるエンジンのことだよ。それは面白いね。まず、直列エンジンから説明するね。ほい。直列エンジンはシリンダーが一列に並んでいるもので、構造がシンプルにできるんだ。でも、シリンダー数が多くなるとエンジン全体の長さが長くなるんだよ。なるほど、直列エンジンはシンプルだけど長くなるんだね。そうだよ。次に、V 型エンジンはクランクシャフトを挟んでシリンダーが V 型に並んだもので、エンジン全体の長さが同じ気筒数の直列エンジンに比べ短くできるんだ。また、エンジンブロックの形状が立方体に近くなるので、エンジン全体の剛性を高くできるメリットがあるんだ。V 型の角度、バンク角には60度や70度、90度などがあるよ。V 型エンジンはコンパクトで剛性も高いんだね。マリサ、ということは、V 型エンジンのバンク角が180度のエンジンを水平対向エンジンというんだね。それはちょっと違うんだよ、レイム。実は、水平対向エンジンと180度 V 型エンジンは、見た目は似ているけど、中身は全然違うんだ。本当に、でも、どっちもシリンダーが水平に並んでいるんでしょ？それは確かだよ。でも、そのシリンダーの中でピストンがどう動くか、それが大きな違いなんだ。ピストンがどう動くか、それってどういうこと？じゃあ、まず水平対向エンジンから説明するね。水平対向エンジンの多くは、対向する一対のピストンが同時に内向きと外向きに動くんだ。これを、ボクサー構成、と呼んでいるんだ。だから、対の気筒同士が振動を打ち消し合うことができる。直列型などの他の形式エンジンと比較して、振動が格段に少ないんだ。なるほど、だからボクサーエンジンって呼ばれるんだね。でも、それって180度 V 型エンジンと何が違うの？いい質問だね、レイム。180度 V 型エンジンでは、左右のシリンダーにおけるクランクピンが共通なんだ。つまり、向かい合ったピストンは同じ方向に動く。だから、片側が上支点にあるとき、反対側は下支点にあるということになるんだ。だから、水平対向エンジンと180度 V 型エンジンは、見た目は似ているけど、中身は全然違うんだね。そうだよ、レイム。
例えば、スーパーカーブームで有名となったフェラーリ 512BB の BB とは、ベルリネッタボクサーの略で、2ドアクーペ、水平対向エンジンを意味するんだけど、実際には水平対向エンジンではなく、180度の V 型エンジンを搭載しているんだ。なるほど。だからフェラーリ 512BB は、見た目はボクサーエンジンみたいだけど、中身は180度 V 型エンジンなんだね。ついでに、星型エンジンはシリンダーを放射状に配列したレシプロエンジンで、20世紀半ばまで航空発動機はガソリンエンジンが中心で、その中で空冷星型の気筒配列が最も多く採用されたんだ。クランクシャフトを中心にしてシリンダーが放射状に並べられるんだよ。星型エンジンって、まるで花火みたいだね。そうだね。これらのエンジン形状はそれぞれ特定の用途や状況に適しているんだ。また、これらのエンジンはすべてピストンの往復運動を連続して行うためにフライホイールという弾み車が必要なんだ。ピストンを押す際の力でフライホイールも回すので多少出力は取られるけど、滑らかな往復運動の実現のためには必須なんだよ。エンジンを動かし始めるときにはまずフライホイールを回してきっかけを作る必要があるんだ。車のスターターはまさにその役割をモーターで行っているんだよ。なるほど、エンジンの形状によって、その特性や用途が変わるんだね。そして、フライホイールはエンジンをスムーズに動かすために必要なんだね。そうだよ、レイム。エンジンの形状とフライホイールの存在は、車の性能を大きく左右するんだ。マリサ、Z31 の話に戻して。夫合点承知の助。Z31 は1983年から1989年まで生産されたフェアレディ Z の3代目だよ。エンジンは VG30ET 型の 2960cc、V 型6気筒で、最高出力は1983年のモデルで230馬力だったんだ。他にも VG20ET の 1998cc、V6 気筒や RB20DET 型の 1998cc、直列6気筒、VG30DE 型の 2960cc、V 型6気筒もあるよ。ほう、それはすごいね。そうだね、レイム。ホイールベースは2シーターで 2320mm、2x2 では 2520mm だよ。全長は2シーターで 4335mm、2x2 では 4535mm だよ。全幅は2シーターで 1725mm、2x2 では 1690mm。全高は2シーターで 1295mm、2x2 では 1310mm だよ。その 2x2 って何者？2シーターにちょこっと2個座席が追加になったイメージだね。4シーターに比べ、後部座席が極端に狭く、運転席と助手席のスペースを広めに設定されているんだ。とりあえず、4人は乗れるって感じだよ。なるほど、だから、ホイールベースが2シーターより 2x2 の方が長いんだね。そうなんだ、20センチだけだけどね。狭くねえ。そうだね、レイム。フェアレディ Z はスカイラインのように4人で長距離ドライブを楽しむ目的でなく、あくまでもスポーツカー、スタイル重視だよ。後部座席の居住性は後回しだね。そうだね、レイム。Z31 はロングノーズ、ショートデッキという Z の伝統的なコンセプトを引き継ぎつつ、空力性能を重視してエクステリアをシェイプアップした3代目なんだ。5年ぶり2度目となるフルモデルチェンジだったんだよ。ほう、それはすごいね。レイム。次に Z32 について話そう。Z32 は1989年から2000年まで生産されたフェアレディ Z の4代目だよ。乗車定員は2名または4名で、ボディタイプは3ドアファストバックと2ドアコンバーチブルがあるよ。エンジンは VG30DE の 2960cc、V6 気筒で、最高出力は NA で230馬力、ツインターボでは280馬力だよ。ほう、これが、あの280馬力自主規制だね。そうなんだ、そもそも日産は300馬力以上のフェアレディ Z を考えていたからね。マリサ、そのファストバックって、なんだファストバックは自動車のスタイル外観の分類の一つで、屋根から車体後方にかけて一続きの傾斜を持つスタイルのことだよ。ファストバックって、よくあるスポーツカーの形だね。そうだね。レイム、各世代のフェアレディ Z のエンジンを説明するよ。まず、初代、S30 だよ。エンジンは L20 から L20E、S20、L24、L26、L28 までの直列6気筒だったんだ。ほう、エンジンバリエーションが豊富なんだね。そうだね、レイム。次に2代目、S130 だよ。エンジンは L20E、L20ET、L28E の直列6気筒だったんだ。次に3代目 Z31 系、だよ。エンジンは RB20DET、VG20ET、VG20DET、VG30ET の V 型6気筒だったんだ。ほう、ここから V 型エンジンの時代だね。そうだね、レイム。次に4代目、Z32 だよ。エンジンは VG30DE 型、VG30DET 型の V 型6気筒だったんだ。次に5代目、Z33 だよ。
エンジンは V935DE、V935HR の V6 気筒だったんだ。次に6代目、Z34 だよ。エンジンは V937VHR の V6 気筒だったんだ。ほう、選ぶのに悩むね。そうだね、レイム。最後に6代目改良型、RZ34 だよ。エンジンは VR30DDTT の V6 気筒、DOHC 直噴ツインターボなんだ。でも、一番売れたフェアレディ Z は何？レイム、一番売れたフェアレディ Z を説明するよ。まずは歴代のフェアレディ Z の販売台数から見てみよう。初代フェアレディ Z、S30 は1969年から1978年までの間に約48万4860台が販売されたんだ。次に2代目フェアレディ Z、S130 は1978年から1983年までの間に約42万5400台が販売。3代目フェアレディ Z、Z31 は1983年から1989年までの間に約36万4700台が販売。4代目フェアレディ Z、Z32 は、1990年から2000年までの間に約36万台が販売。5代目フェアレディ Z、Z33 は、2002年から2008年までの間に約20万台が販売。6代目フェアレディ Z、Z34 は、2008年から現在までの間に約10万台が販売されたんだ。ほう、なるほど。結局一番売れたのは、初代の S30 だったんだね。年々、車の価格も上がっているし、若者の楽しみも多様化しているので、仕方ないのかね。なんか、寂しいね。マリサ、フェアレディ Z のパトカーがあるって、噂を聞いたんだけど、本当？それは本当だよ、レイム。実は1972年に、S30 型 240ZG のパトカーが日産から、神奈川県警察高速道路交通警察隊に寄贈されたんだ。当時は最強のパトカーとも言われて、1980年まで活躍していたんだよ。それはすごいね。でも、その後も続いたの？その後は S130、Z31、Z32、Z33 と代替わりしていったんだ。特に1992年に導入された Z32 は寄贈された車両で、結構活躍したので、2004年頃までは現役だったんだよ。ほう？それは長い間活躍したんだね。でも、そのパトカーは今どこにあるの？ S30 型 240ZG のパトカーは、車両が廃棄されず残っていて、一時は県警交通安全センターで展示されていたんだけど、閉館したから県警が保管していたんだ。でも、現在は日産自動車に返還されて、ザマ事業所内のザマ記念車庫に保管されているよ。なるほどね。それならほっとしたよ。廃棄になったら、寂しいからね。でも、他の県ではどうなの？それがね、1975年には三重県警察本部長が、部下から、東名阪自動車道で三重県警のパトカーはオンボロで違反者に追いつかないと、ドライバーがスピード違反を平気でしている、と聞いて、更新予定であったパトカー8台分の予算を使って高速道路の上下線用に各1台、計2台のフェアレディ Z を導入したんだ。それはすごいね。それだけじゃないよ、レイム。その車両は今までの道県警高速隊の車両では逃げられてしまっていた悪質速度違反者の取り締まりに絶大な効果を発揮して、ついに三重県の高速道路からスピード違反が一掃されたんだよ。うわぁ、それはすごいね。でも、最近のパトカーはどうなの？最近では、2007年には Z33 バージョンニスモが栃木県警高速隊本隊に配属されて、東北自動車道で運用されているんだ。そして、2016年には Z34 ニスモが警視庁高速隊に導入されたんだよ。マリサ、こんな大盤振る舞いして、日産にメリットがあるの？それはあるよ、レイム。実は、フェアレディ Z を警察に寄贈することには、いくつかのメリットがあるんだ。それってどういうこと？まず、フェアレディ Z が警察のパトカーとして使用されることで、日産のブランドイメージが向上するんだよ。特に、最強のパトカーとして認識されることは、その性能と信頼性を強調する素晴らしい宣伝になるんだ。ほう？それはすごいね。でも、それだけじゃないよ、レイム。フェアレディ Z のような高性能車がパトカーとして使用されることで、交通違反の抑止効果が期待できるんだ。これは、日産が社会貢献をしているというポジティブなメッセージを送ることにもつながるんだよ。なるほどね。それなら納得だよ。でも、他にもメリットがあるの？それがね、フェアレディ Z がパトカーとして活躍する様子は、リクルートを含めた広報活動にも利用できるんだ。これにより、日産の製品がどのように社会に貢献しているかを具体的に示すことができるよ。マリサ、他にも、自動車メーカーが警察に寄贈したスポーツカーや GT はあるの？それはあるよ、レイム。
実は、他にも自動車メーカーが警察に寄贈したスポーツカーや GT カーは存在するんだ。それってどういうこと？例えば、2018年には日産 GTR、R35 が栃木県警に寄贈されたんだ。この車両は県内の会社役員から寄贈されたもので、警察車両への仮装費用を含めて約1870万円だったんだよ。ほう？それはすごいね。それだけじゃないよ、レイム。2020年にはレクサス LC500 が栃木県警に寄贈されたんだ。こちらも県内の会社役員から寄贈されたもので、警察車両への仮装費用を含めて約1740万円だったとのことだよ。なるほどね。それがね、2007年には Z33 バージョン、ニスモーが栃木県警に寄贈されて、東北自動車道で運用されているんだ。そして、2016年には Z34 ニスモが警視庁高速隊に導入されたんだよ。うわぁ、それはすごいね。レイム、どうだった？ 2 回に分けて、フェアレディ Z を紹介したけど。また、当初から一貫して、スポーツカーを貫いて素晴らしいと思ったよ。スカイラインとは一線を画した、一味違う魅力的な車だね。そうだね、スカイラインのように4人で乗りたい要望にも、スタイル重視で、ちょこっと、2x2 はシャレが効いているね。ですね。いつでも聞いてくれて嬉しいよ、レイム。ここまで、ご視聴ありがとうございます。これからも、昔懐かしい車を紹介していきます。また見たいと思ったら、コメント、高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次回もお楽しみに。それでは、また次回。それじゃあ最後まで、ご視聴ありがとうございました。